こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日はイケメンビーガンドクターのネイトさんにお越しいただいて、2人で普段お料理をしない方でも簡単に作れるメキシコ料理を作っていきたいと思います。はい、では早速始めていきたいと思うんですけど、ネイトさんは普段ほとんどお料理をしないっていうことで。もう全くしないです、野菜切っても何も片付けももうゼロです、そんなネイトさんでもできちゃう簡単でね、美味しい、しかもヘルシーなメキシカン料理を今日は作っていきたいと思います。はい、じゃあまず最初に、チリコンカルネ、チリですね、を作っていきたいんですけど、玉ねぎをですねみじん切りにするんですけど、多分野菜とか切ったことないぐらいのその通り感じかもしれないので、フードプロセッサーを使ってですね、簡単にみじん切りにしていきたいなと思うので、こんぐらい、いいですよ、いいですよ。はい、いい感じ、いい感じ反対側も今日はね、ほとんどやってもらおうかなと思ってます。できるかな。できる、いやちょっと、ネイトさんは結構本当にユニークな経歴をお持ちの方で、アメリカ出身なんですよね。こんな日本語ペラペラですけど、アメリカ出身です。そう、アメリカ出身で、日本には何年前に？今年は16年目ですね。長いです。でも16年前に初めて来た時は日本語全然喋れなかった。もうほぼゼロの状態で来日して、それで、来日されてから日本語も勉強して、でお医者さんになった。そうっす。日本で日本で、はい。だから日本の医学部に、受験してそうですっていうことですか？もう日本に来て、もともとアメリカの、大学卒業して、そのまま、メディカルスクールに入るつもりだったんですけど、アメリカでね。アメリカで、そうそう。で、せっかくね、時間あるので、半年か1年ちょっとどっか海外行ってきたらって勧められて、その時日本に来て、で今の奥さん出会って。あ、そうなんですね。じゃあたまたまなんか日本にちょっと旅行というかイヤーオフで来て、で奥様に出会って、そうそうそう、英語をしながらちょっと旅しようかなっていう感じで、軽い気持ちで来たんですけど、でもう来て1ヶ月以内にちょっと出会って、運命的な出会いですね。もうまさにそう、一目惚れ的な感じで、言うと恥ずかしいんだけど。はい、で簡単にこれぐらいのみじん切りができちゃうので、この間の動画でもちょっとご紹介したこの有機ジャックの豆ミートっていうソイミートを使うんですけど、そぼろ状のソイミートで水ですごい簡単に戻るので、これはなんか初心者でも使いやすくておすすめです。オーガニックですね。ここ普通に水に入れて、で結構ねすぐ戻っちゃうので、その間に玉ねぎをね炒めていきたいんですけど、火が使うのもちょっとちょっと怖いな。大丈夫、火事にならないように。焼けて、で不安な時はね弱火から始めるといいですね。なるほど。強いとちょっと焦げたりとか怖いので、油を入れます。そしてで4年ぐらいちょっと英語をしながら日本語を勉強していたんですけど、ただでその後帰化したんですよ、日本人になって。で日本語能力試験1級それを買って、その後その後将来的に医学部っていう夢があって、それちょっと捨てきれなくて、ただ日本国籍取ってしまったから、もうやるならアメリカじゃなくて日本の方が早いなと思って、できるのかって思いつつ、ちょっと勉強1回だけ試しにノーベンで挑戦してたんですけど、ダメだったんですけど、ただその次の年に死ぬほど勉強して、でなんとかよかった。ただ僕の場合は学士編入っていう
枠っていうか、要はそのスルメに他の大学卒業している人たちのための枠があって、そこでまあ社会人入学みたいな感じで、そこに入って4年半で卒業。そういう制度があるんですね。はい、まあ全ての大学にあるとはっていうわけじゃないですけど、ただある大学はあって、水切りしたソイミートを加えていきます。はい。トマトペースト入れます。トマトペーストを入れると味がより濃厚になるので、入れなくてもいいんですけど、でも入れるとより濃い味になるので、私は結構トマト味のスープとか、ソースとかトマトソースとかトマトペーストを入れますね。一回火を止めちゃおうかな。そう、お料理初心者の方はいちいちね火を止めて大丈夫です。あ、大丈夫ですか？つけたままだと焦げちゃうかもとか、なんかいろいろ不安になったりとか、実際焦がしちゃったりとかあると思うので、ちょっと不安だなと思ったら火を止めていいし、一回止めて、なるほどいいですし、あとはなんかもう全部入れられる状態でスタンバっておいてやるのもいいですし、どっちでも大丈夫です。トマト缶はホールトマト缶って言って、トマトが丸ごと入っているものとカットのものと両方あるんですけど、私は結構ホールのままのものが好きなので、そっちの方がなんか味がなんか凝縮されてる気がして、ホールの方が、そうそう。で、私結構ホールを使うんですけど、丸ごとトマト入ってるので、トマトをですねこんな感じでちょっと出しながら、出して潰しながら、潰すね。はい、入れていきます。それで医学部に入ってそこからドクターになられて、そこから無事国家試験受かって研修を終えて、まあそういう方って結構いるんですか？いやー、もう初めて聞く。そうですよね。他にもいるのかな？いやー、自分の国でなって日本に来て免許を取った方は何人かいらっしゃるんですけど、ただ日本でもう全くそうですね、ゼロから入ってドクターになるっていうのはあまり聞いたことないですね。そうですよね。今日ブラックビーンズを使うんですけど、これは乾燥してあったものを一晩お水に入れて柔らかくなるまでお水で茹でた、炊いたものなんですけど、でも缶のやつでもいけます？缶でもいいです。でブラックビーンズを今日使いますけど、キドニービーンズとか、なんかうずら豆とかそういうの、好きなお豆で大丈夫です。でこれバーって入れて塩麹をちょっと入れていきます。塩麹なかったら普通のお塩でもでも大丈夫ですか？大丈夫です。はい。だいたい目安として2人分作る場合は小さじ2ぐらい。小さじ2ぐらい。でこの量だと多分2人半、もうちょっとかな。でもとりあえず小さじ2ぐらいから始めて、で最後にお塩足したりとかしても大丈夫なので。足りなかったら。そう。カイエンペッパー、唐辛子の粉、ちょっと辛みを、パプリカをであとクミンパウダー。クミンね、クミンパウダーっていろんな料理に使うんですけど、メキシコ料理とかもすごいちょっとメキシカンななんか確かにそのエスニックの味のある、確かに香りになるので、であとはハーブのオレガノ、であと煮るだけ。これだけで？すごい簡単。で次にじゃあピコデガヨを作ってるんですけど、ピコデガヨはなんかサルサみたいなものです。でさっきのこの玉ねぎを、玉ねぎだけ。そうですね。目が、涙が。普通のトマトをみじん切りにするのも結構大変じゃないですか。いやー、ちょっと無理だと思う。だからこのミニトマトを使うと切るのが1回ぐらいで OK なので、簡単でしょ。めっちゃ簡単。そう形成外科なんですよね。形成外科です。
なんで主にこう怪我治したりとか、交通事故とか、こういう時こそこう包丁で指を切っちゃったりとか、そういう主婦よく来られますけど、塗ってあげたりとか。そうそうそう。で美容も一応少しやってるんです。美容整形？美容整形までいかないんですけど、レーザー打ったりとか、そうですね、そういうのも注射打ったりとかで、しかもビーガンなんですよね。そう、ビーガン歴6年ぐらい。6年、ビーガン歴6年、私より長い。そうそう、私実はビーガン歴結構短くて、まだ3年目とかなので、そう、何がきっかけでビーガンになる？僕の実はこうビーガンになるなんていう意思が全くなかったんですよ、最初。筋トレが趣味で、むしろね、タンパク質もどんどん肉とか、食わないとなんか体がね、大きくならない、そう作れないなっていう迷信だったんですけど、で奥さんがもうある日もう料理をしない、肉料理もしないって言い出して、ドキッと、そうもう全く料理できないねとはちょっと困ったなと思って。じゃあ奥様の方が最初に何かきっかけがあって、ビーガンというかお肉を食べるのをやめようと思ってっていうことなんですね。そうで、僕結構こう自分の体を使ってこう実験するのが好きなタイプなんで、お医者さんですしね。なんで3ヶ月間ちょっと期間限定で、体がビーガン食にしたらどう変わるかちょっと見てみようかと思ってやってみたら、体脂肪率がもう多分人生一番低い値になって、しかも筋肉の量が2キロぐらいプラスになったんですよ。これちょっといいなと思って。じゃあ絞れてでかくなった、大きくなった。その時なんかプロテインとかも飲んでたんですか？一応プロテインは、そうですね、足りない部分を補い的な感じで飲んでたんですけど、プラントベースの。そうそうそう、もうほとんど今も飲んでなくても、もう食事だけから十分取れるので。そうなんですね。今も今なんかトレーニングは週何回ぐらい？週4ぐらい。結構してますね。結構やってます。そうなんだ。ビーガンになってからは体以外に変わりましたか？体調とか。もともと結構ニキビ体質だったんですよ。顔がもうすごいニキビ問題だったんですけど、それもずっと10代の時からもうそうですね、ビーガンになるまでもニキビがなんだかんだならなくて、大人になっても困ったんですけど、もう肉やめたらもうほぼ完全に治ったんですよ。大体やめて半年以内収まって、そうもともと結構怒りっぽい性格だったんですけど、それなくなったんですよ。奥さんに言われてよくわからんけど、自分の思い通りにならないとなんかイライラしたりとか、そういうのがあったんですけど、なんかすごいなんか穏やかになんかね、特になんか運転中になんか僕も特に運転中になんか人なんかこう前に入るとなんか草になんかこうムカつくみたいな感じだったんですけど、カッとするような感じだったんですけど、それをなんかこういつの間にかなんかみたいな、じゃあ先にどうぞみたいな感じで、なんか収まってすごいなんかね、不思議ですよね。穏やかになって、そう入れようかなと思います。好きですか？大好き。よかった。大好き。これちゃってからいやもう大好きで、そして味付けはまた塩麹で、お塩でもいいですしね、普通の。やっぱり玉ねぎって結構辛いとかあるから、少しこれで置いておいて、で味をなじませておくといいです。で、あとこの青唐辛子少しだけ入れて、辛いの大丈夫です。大好きそう、青唐辛子すごい辛いので、少しだけでも結構ね辛さくるので、そんなんでいいです。で置いておいて、これも終わりです。完成？すごい。完成。めっちゃ簡単。次はトルティーヤを。トルティーヤすごい難しそういきたいんですけど、トルティーヤもねびっくりするほど簡単。本当？そう、このトウモロコシのひき割り粉けど、これはじゃあ
1カップ測ってください。1カップ、はい、これここ塩1つまみぐらい。1つ、またちょっと変わった形でキム携帯僕フリーの医者なんですよ。で基本的に月の前半2箇所の、定期非常勤というところがあるんですけど、第1と第2の、月曜日と土曜日が、決まった病院でやっていて、それは形成外科でやってるんですけど、でそれ以外にこう急に他の病院でこう、外科外来の先生が休んだりとか、あとちょっと外来に担当する人が急にいなくなったりすることでそこでこう入って代行でそれもやってます。そう補欠っていうか、そういった形でやってて、で月の後半は海外旅行行ったりとか、ビジネスの勉強とかいろいろやってます。なんでこう、人生のオンオフが結構はっきりしていて、4分の3カップ入れます。入れて混ぜてください。ピンポン玉ぐらいの大きさに丸くしていきます。もうこの間実家に久しぶりに帰ったんですけど、もうビーガンにとって天国なんですよ、アメリカとかは。そうなんだ、やっぱり。ほとんどビーガンだけの店もいっぱいあるし、でビーガン店じゃなくてもなんていうの、ビーガン対応してくれるのが当たり前っていうか、っていうような社会になってるから、普通にスーパーとか行ってもいろんな食材がもうすごいんですよ。ビーガンコーナーがあったりとかして、あとそうですね、ビーガン売り場に行ってもう代替品として多分もう牛肉も豚肉も、チキンとかも大体全部揃ってて、でしかもその一つのブランドだけじゃなくて複数のブランドあるんですよ。いろんなね種類がね出てきて、そうなんで結構ビヨンドミートももちろんそうだし、乾燥しないようにちょっとカバーして少し置いておきます。いいと思うけど、どうかな。もしもうちょっとお塩を足した方がよければもうちょっとお塩足そうかな。このトルティーヤを、トルティーヤの形に伸ばすやつね、していくんですけど、簡単に作るやり方をご紹介したいんですけど、2つこういうジップロックバッグを用意して、でまずピンポン玉ぐらいの大きさにした生地を置いてまた上からかぶせて、なんかこういうお鍋とかでもいいし、ちょっとこうハンドルがあるベーキングディッシュとかでもいいし、グラタン皿みたいなプレスします。賢いさすがでただこれだけだとやっぱりどうしても薄くならないんですよ。なのでこうやってプレスして丸くなったらこの伸ばし棒仕上げね、仕上げでこうさらに薄くする。でこの伸ばし棒すらももしなかったら、こういうものでもいいし、ワインの瓶、空瓶とかでもいいし、何でも硬いなんだろう、シリンダー状のものであれば大丈夫なので、こう手で押さえるようにして、でビロッと剥がれるので、それでそのまま焼いてきます。じゃあ油とか引かなくていいですか？引かないです。油は引かずに焼いてきます。なんか結構アメリカだとそのお医者さんが、実はそんなに栄養学について、普通のお医者さんね、栄養士じゃなくて普通のお医者さんはなんか栄養学について勉強してなくて、メディカルスクールでもなんか20時間の栄養学のを必須にしようっていう動きがあるけど、なんかいろいろこう妨げがあったりみたいな話を聞くんですけど、日本はどうですか？日本のお医者様は振り返ってみると、多分一コマあったかなかったかぐらい栄養学の、しかもその詳しいこう実践的な情報というよりも、ビタミンはこういうビタミンはこういう
生化学的な反応に使われてるとか、そういうあんまりこう実践的な情報じゃないんですよ。なんでこうほとんどの医者、独学しない医者じゃない限りはもうその知識はないですよ。なるほどね。で絶対それを教えるべきだと思って。なんか例えばビーガンで、ベジタリアンでとか言うと大体のお医者さんが多分いやいや何でもバランスよく取れるっていう食べた方がいいですよみたいな、お肉もお魚も卵も乳製品も、みんなバランスよく食べましょうみたいなことを言うじゃないですか。でもやっぱりアメリカだとやっぱいろんな研究結果とかが出て、スタディが出てて、でそのお肉動物性のコレステロールが、糖尿病とかがんとかそういう病気の原因になるとか、いろんな情報が今出てきてるじゃないですか。やっぱり日本、アメリカでさえそれでも情報がこう錯綜するみたいなね、ところもあるし、日本だと特にね、そうですよね。まだねもともと多分オベシティとかその、肥満の方が数は絶対的に少ないから日本と比べて、なのでそのバランスよく取ってしまえばいいやっていう考え方が結構浸透してるんですけど、アメリカの場合は明らかにこう道歩いてると中で太ってらっしゃる方があちこちに見かけれるので、そういう話は結構世の中で結構話題として上がってるんですけど、日本の場合とその必要性あんまり感じないっていうか、別に太ってなければバランスよく取ればいいじゃんっていう。なるほどね。ただそれ以外に例えばその炎症の原因となったりとか、がんの原因になったりとか、心臓病とか痩せてもなっちゃう病気の原因をやっぱりその肉食とかその原因となるので、それをちょっと将来的にぜひ教えてほしいっていうか、学校で。アメリカとかだともう結構教えてるんですかね、そういうことも。そうです、学校で教えてるかどうかまだわからない。多分教えてるところもあればそうじゃないところもあると思うんですけど、ただ一般の常識化されてますね、向こうで。そうですよね。だからなんか一般知識としてもう少しなんか広まっていくといいですよね。そうですね。あとニキビの方は結構美容でこう悩んでらっしゃる方もいるんですけど、その乳製品がどれだけ大きなこう原因となるって多分みんな分かってなくて、もう乳製品やめるだけでほとんどこう治っちゃう人もかなりいるので、なんかこう強力な薬とかその、服用するよりもまず食事で、コントロールできないかっていうのを試してから最終手段として。そうですね。なので他の健康的な問題抱えている方、その特に高血圧とか糖尿病とか、その食事療法について話してて、人間っていうのはその自分のこう習慣、特にその食事に関する習慣を変えるのはなかなか難しいと思うんですけど、ただ食事だけ変えてしまえば高血圧が薬なしでこう染まることも結構多いし、糖尿病もそうだし、すぐにやっぱり薬に走るんじゃなくて、自分で食事を変えたりとかするだけでもだいぶ改善されるから。やるべきだと思います。そうですね。できてきたので、あと最後の仕上げというか、アボカドをスライスします。それだけなんだけど。包丁乗せちゃって回す感じ？そう。なるほど。はい。そうでくるくる。立ってそう一周させる。そう。で同じとこにちょっとずれたけど。つけば。でもすごい。できた。すごい。達成感がなんか。達成感がやばい。すごい。ガンと。そう。でちょっと深くで、そう引っこ抜ければ。チョイスとして引っこ抜く。そう。取れた。すごい。素晴らしい。切り込みを入れてしまって、スプーンでくり抜きます。す
すげえ。はい、ではお料理が完成したのでランチにしていきますか。はい、はい、よし、食べていきましょう。はい。いただきましょうか。いただきます。いただきます。すごい美味しそう。いいんですけど、あとトッピング用にテラフーズさんのマルデチーズ、ビーガンチーズをね用意しているので、こちらはですねクーポンをお使いいただけますので、下の概要欄からぜひご購入ください。はい。はい。あ、そうだ。あと今日はちょっと最近発見した、お気に入りのですねノンアルビールを、国産なんですけど、無添加なの、美味しいの。ちょっとそれもノンアルのすごい、やっぱりメキシカンとビールをね、合うでしょうね。乾杯。美味しい。さっぱりした味。これあとライムとか入れたらもっと最高。メキシカン。今病院は結構大変な感じですか？コロナ、そうですね。今までインフルエンザとか他の普通の風によく流行るような病気とかあったんですけど、ただコロナとかやっぱ患者さんが心配されるので、そうですね、パニックに落ちかけてる方も少なくないですね。混んでるとか空いてるとかなんかありますか？逆に結構空いてますね。基本的にその熱が出たりとか、風邪症状が出た方はうちで待機していただいて、でその持続するんだったら、続くんだったら症状が、その厚生労働省の番号にかけて、そこでこう指示が仰ぐような感じになってるから、今までだったら普通になんかもうくしゃみとかね、咳とかある感じだったら直接来て見てもらえるんですけど、ただやっぱりそういう万が一コロナだった場合に他の方にうつさないように自宅で待機していただくという処置を国が取っているので、病院は逆に空いてます。なんかドクター的にこのコロナどう対応したらいいかみたいなアイディアありますか？元気で過ごしているのが一番ね、重要だと思いますけど、それこそ常識ではあるんですけれども、要は睡眠時間をしっかりとったりとか、体のケアを怠らないように、あと食事もバランス取れた僕はビーガン進めてるんですけど、そういう食事とっていただいて、それだけでも予防効果十分あると思いますよ。自分の免疫を、要は免疫力を高めること、食事とか生活習慣でもだいぶいい影響を受けるので、それ重要だと思います。しっかり休んでいいものを食べて。そうですね。そうですね。やっぱり外出を結構控えてらっしゃる方とかもねいると思いますので、それを機にちょっとお料理にね挑戦してみるとか。そうですね。やっぱりいろいろこう暗いニュースとかもある中で、それをこうなるべくポジティブな感じになんか新しいことに挑戦してみるとか、じゃあできないじゃなくてできることをやってみるとか言うといいかもしれないですね。そうですね、工夫していかにこう自分を幸せにハッピーに過ごせるかっていうのを、逆にかなりこういいチャンスなんじゃないかなと思うので、今までずっとこう毎日毎日こう会社に通って働かれてる方が突然自分の家でこういう時間を与えられて、今後他の夢があるのかとかうまいことこれを利用してその短期間として将来的に何かね他にやりたいことないかっていう考えてらっしゃる方も多分いるんじゃないかと思うので、そういうネイトさんもなんか新しいことをいろいろしたいなと思ってるんですよね。そうですね、もう何らかのビジネスを将来的にやりたいなと思って、で、最終的に心と体、そしてその魂を癒せるこう、施設を、どっか作って、
社会人向けのリハビリ的な感じで、そのちっちゃい時に学ばなかったその食事、正しい取り方とか、その運動とか、あとその心の持ち方についての指導を受けられるような施設を作って、そこでこう一旦ちょっと人生で転落した方たちがそこで立ち直るような場としてできたらどうかなと思ってそうですね、考えてます。だから食事とかって結構なんだろう、切り離して食事は食事みたいな考えられることが多いと思うんですけど、でも食事が中心で、全部体もそうだし心もそうだし、その今おっしゃってた魂、ソウルとかもそうだし、なんか全部つながってると思うので、そういう全体を通して元気になる、健康になる、ハッピーになる、幸せになるみたいな、そういう大きなテーマは私もすごい持ってるので、大切ですね。やっぱり人間っていうのはこう体、心、魂をこう切り離してこう別々に見るんじゃなくて、全てこう一つとして、見るべきだと思うので、で食事とかその食事っていう要素はその体だけじゃなくてやっぱり心、魂も影響を及ぼすので、やっぱりね全てつながってるから、全てを一つとして考えないといけないなと思って。そうですね。お医者さんでいらっしゃって、しかも形成外科だから結構切る方、外側の外科の方ですけど、なんかそういうもうボディ、体だけにフォーカスするんではなくて、全体的なホリスティックなアプローチでね、そうですね。そうですね。形成外科選んだのも西洋医学の中で一番優れているところ、物理的にこう傷を治すっていうところは、要は急性医療、それは西洋医学の一番優れているところだと思うんですけど、逆にその心とか体の内部に関する問題は、西洋医学というよりも生活のリズムとか、自分の心の持ち方とか、それがベースになってくると思うので、あえてこう医者にこうなんていうか判断してもらうんじゃなくて、自分の中にこう質問してこの答えを待つっていうのが大事だなと思って。なるほどね。でネートさんは YouTube もね、やってます。されてるので、ぜひねネートさんのチャンネルもチェックしてみていただければと思うんですけど、筋トレとか結構いろいろやってるんですけど、筋トレとかビーガン食事、海外行って食べ歩くっていうのもあるし、あとは瞑想とか、柔軟を高めるためのちょっとしたヨガとか、そういうのもやってますので、心、体、魂っていうテーマでいろいろやってますので、ぜひぜひ見てみてください。この間テレビにもね出演されて出ました。もしかしてなんかすごい火がついて超有名人になっちゃうかもしれない。どうですかね、ちょっと恥ずかしいんですけど、今のうちにチェックしておいてくださいね、皆さん。ということで今日は、イケメンビーガンドクターのネイトさんにお越しいただいて、一緒にメキシカンなランチを作りながら、ネイトさんの結構ユニークなね経歴のお話をお聞きしたりとか、あとアメリカのビーガン事情であったりとか、ドクターの目線から、ビーガンの目線から聞いていきました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ではまた次回の TBL キッチントークでお会いしましょう。See you next time!